おはようございます。金井隆一です。私が出演しております大改造劇的ビフォーアフターが10月の5日日曜日に放送されます。久しぶりのですね、ビフォーアフター、9年ぶりぐらいになると思うんですけども、今回はですね、フランスで大規模な庭ということじゃなくして室内をちょっと私の考え方でちょっと作り上げた映像になります。ですね、歯の治療で1本抜きまして、ちょっと今歯がない状態でちょっと喋りがいつもの滑らかなトークになってませんけどちょっとご了承願いたいと思っております。そこで劇的ビフォーアフターのですね出演を記念しまして、今回は YouTube のビフォーアフター傑作選を配信いたします。これはですね、過去に、変化の大きいビフォーアフターという形で、4件ぐらいの物件を一応厳選しまして皆様にお届けしたいと思っております。お庭を作る参考になればと思っております。それでは皆さんご覧ください。どうぞ。中古物件を買って、室内の方はほとんどリメイクをいろいろされたんですけども、庭に関しては全く買ったまんまの状態で、植木植物が数がちょっと多かったり、建物周りに雑草が結構生えてしまうと、その管理もちょっとなかなかできないという状態だったんで、できるだけ管理の少ない空間にしてほしいという形のご依頼です。駐車場との兼ね合いとかなんかで門扉があったり閉鎖的だったんですけども、それを全部排除してオープンスペースにしていきたいと思ってます。だけどちょっとプライベート的な空間の方においてはクローズするという形で考えております。はい。ほとんどこの門扉は使ってないと、ここを取ることによって、非常に空間が広くなると、車の出入りそういう形のオープン的になるんで、そして今アコーディオンドアなんかも一応撤去する。
まあちょっとこういうで、この辺の植物ほとんど前回あった植物が多いですから、今まで植栽じゃなかったんですけど、レンガ1段分の高さですから育てられる植物って限られてるんですけども、その代わりこのラチスに対して演出効果をこのような感じで額縁がある、ここで使った端材で全部できた額縁ガーデンなんか結構有効的に。これ金井さんがよく作るやつですか？そうです。閉鎖的っつうか空間としてはもったいないですから、今回は全部オープンに、まあ車を一つの家の顔に合うような感じのデザインにしてったっていうか、みんなでね、全部が我々で完成じゃなくて、その後お客さんが好き自分流に仕上げていくっていう一つの参考例だと。あとは塀自体もそれほど難しい塀じゃない。一箇所作ればもう一箇所は自分で作ってもらうとか、まあピシッという仕事もありますけども、もうラフで楽しく自分流にやっていけばいいかなとは思っております。はい、独自の考え方が集約した現場になっていると思います。はい。ここのスペースですね。ここからずっと。こうやってデッキで立ってたんですけど、もうデッキ自体が、結構腐ってきてるので、今回はもうこのデッキをもう外しちゃって取っちゃいまして、でここ全面的に和の雰囲気に持っていきたいと思っております。ここの部分を取った時点でちょっと地割り自体を考えて、私の構想も大まかな構想だけであってやりながら、ここに時間をかけて形にしていこうかなとは思っております。ただ井戸がありますから、ちょっと水をは使いたいなという構想ぐらいはあります。はい、やりながら工夫してどうしていくか。だから図面というものは最初書いて提出はしてません。洋服っていうか、まあデッキがあればね、そうなっちゃうと和っぽい材料を補うことによって出てくるかなと。純和風っていう形の構成よりは和洋折衷という感じのしていけばいいかなとは思ってます。まあ、毎日毎日どのような変化でどんなアイデアが出るかによって挑戦ですよね。そうだった和洋折衷っていう形なんですけど、結構ね和の世界の方が強いかな。あまり和と洋とかそれほど
自分の中ではそんなほど分けてないんで、あんまり和とか洋とかそういうものはあんまり今はねこだわらないっていうか、既存の石とかそういうものを、お客さんからよくあった石を入れたりしたんで、ほとんど植物もここにあった植物が大部分なんですよ。まあ大きく変えたっていうのはゴルフ場との境をブロックで積んでまあ平にしたっていう感じですかね。ある程度ゴルフ場の径を借景として緑を利用するっていう形で、ゴルフ場の緑がこっちにとく、またちょうどゴルフ場が下になってますから開放感っていうかあるんで、その広々とした空間形では見したいと思ってましたから、まあ、全体的にこう真正面で見るより斜めでこう多方面で見れて、この行き来することによってそれでも結構見る箇所が結構あっていいなとは思ってますけどね。まあここに立ったら全部見えないんで、角度を見ることによってこの長さが生きたかなっていう感じがしますね。はい、だからただ見るだけでまあこっちに一つはいける、表に空間にちょっとでも狙えるっていう空間が欲しかったんで、うまく処理ができたかなとは思ってます。だからまあお客さんが満足してくれれば一番、それが一番なんで、はい。奥様とご主人がお花が好きで自分たちで楽しんでおられますから、それをしやすい空間に鉢がいっぱい溜まっちゃって雑然となっちゃってるっていう部分があるんで、まあ、それをちょっと改善していくと、リメイクしていこうと思ってます。はい。長年育っちゃったこの手頭がちょっと道路に出てきたり、ちょっと管理するのも大変っつう生垣を撤去、手入れ刈り込みないないっつうのも毎年やっていくっつうのも大変になってくると、道路に面してるんで目隠し的なものも必要になってくると思いますし、この手頭っていうのは暴れようが出ちゃうんで宮崎の方まで面積を取ってますから。だから今こう仮にフェンスでこうちょっと抑えてるっていう状態なんですけども、まあ、ちょっと形は変えていきますけども、見れる径を少し作っていこうかなと思ってます。ちょっと高めの花壇を作って、まあ菜園とかある程度そこでできる形ですから、今こうやって奥様が植えてるやつなんかもこっち側に今度は植えられる。今これだとちょっと地植えする場所っていうのがなかなか見つからないんで、そうするとこう鉢類が整理できると。ここはもう乗り降りはここ今ほとんどしてないという状況なんで、ここにちょっとステップっていうか設けまして空間を作って、それと今見てる通りここからの止水栓で水やりホースをこうやって長いやってますから、これを取った時点で中間に立ち水栓、飾り化粧水栓を設けて、それがシンボルになるデザインをしていこうかなと思ってます。もうちょっと機能的にこう楽しめる、動きやすいで、それによってちょっと庭の径としても成立するような形の空間になると思っております。はい。
やっと完成しました。この手頭が結構幅取ってましたから、その分すっきりしたんじゃないですかね。まあ本来ね、鉢植え我々10植えにだけど、本当にそれを楽しみに自分たちで好きに植えたいという趣旨がありましたもんで、ご主人がバラが好きなんで、バラを多分フェンスができた時点で母がしたり、なんかそういう演出があると思いますから、一応このような形で鉢ごと置いてありますけど、はい。で、あとパーゴラと、パーゴラも前にあったオーニングをそのまま生かした形で再利用、まあパーゴラに取り付けるような感じで、一応このような感じで、まだまだこのオーニング使えるんで、雨の時でもある程度しのげます。やっぱりこう結構人通りが多いんで、車との交通でワンちゃんがいるんで、あまり直接見えるっていうのはワンちゃんも吠えちゃうんで、まあ全部塞ぐよりは風の通り、やっぱり植物こっち植えてあるんで、10線明かすことによって風の通りが出ますから、強風ではもう抜けますから、まあこうやればほら今こうやってここから風が。ちょうどこっちの高さは道路より高いんで少しこう見えますけど、道路からだとちょうど面が重なり合って目線が見えない状態になってます。まあちょっと面積的にちょっとお植物で困った部分をちょっとこうやって植物を取るだけでも広々と使えるという、ありがとうございました。農家の建物を買いまして、外回りに対してお話がありまして、広さは640坪ぐらいらしいです。全部日本風の庭にしたいというご希望なんですね。はい。もう和風の雰囲気を保った形の、こっちの出入り口、行き来と、それから車の開閉部分というのは分けた形で一応考えてるんですけど、古民家なんで、できるだけその雰囲気を残した感じで現地の状態を残す、ちょっと雰囲気を変えていくという。まあ植木自体も結構古くからありまして、梅とかいろいろとそういうものがありますから、まあそれを活用できるだけ活用していったり。梅も手入れしてないからこんだけなっちゃったんですけど、まあ一回この梅も切り詰めてふかし直し。じゃあこれも放置されてたような感じなんですか？もう全然手つかず、もう何年、ちょっと面白い形のやつは前に出して経営に使っていこうかなとは思ってます。結構もうこの年数経ったさつきでもったいない。ここがメインの入り口になっておるので、門構えをしっかりとした形で一応作っていく、まあ、できるだけ今のこの地割りを利用した形で作っていこうかなと思ってます。はい、母屋の雰囲気に合わせた形でデザインしていきたいと思ってます。はい。
これで一応ですね完成しました。まあ緑を入れることによって引き立つようなデザインつうか、それがまあ造園屋の本文なんで、はい、まあポイントっつうのはあくまでやっぱりこの古民家っつう形で年数が経った立派な、まあ、植物があるんで、それを使えたっつうか活用できたっつうのが重みが出たっていう感じですかね。やっぱり古民家の良さっつうか既存の植木をどう生かしていくかっつうのがやはり溶け込むっつうか、うまくまあ形は変えますけども、それはやはり庭師の技術として剪定仕立て直しで移植っつう技術を生かせばほとんど使ってこれるんで、古民家をやる場合には再利用っつうか、していかないともったいない、その良さっつうか、全部新しい新参ものでは味わえない作り方がやっぱり古民家のこうリメイクっつうのはそれが面白いっていう感じですかね。はい。で今回はこれで一応終了とさせていただきます。本当にありがとうございました。ではまたよろしくお願いいたします。